嘘いたちおはようございまおはす。ようございます。今朝の4時過ぎですね。はい。今日は茨城の地物をちょっと撮るところから密着同行させていただくということで、朝早くからありがとうございます。よろしくお願いします。松江寿司さんから寿司松江にはい。改装されて、はい。結構そこからコンセプトというか食材を結構地元のものをみたいなテーマとかやっぱ強まってらっしゃるんですか？そうですね。常磐前っていうのを、常磐前。はい。おお。売りにして、はなるべく地元の食材っていうか、い、はい。そういうものを使うようにはしています。茨城っていうと鹿島のハマグリとかは全国的にも有名だと思うんですけど、はい。それ以外ってあんまりパッと思い浮かべてこのネタみたいなイメージが正直ないところあるんですけど、そうですね。もちろん海なんでいろいろ取れれば取れる。はい。暖流と寒流がぶつかるっていうのと、あとあんこうですとか、ヒラメ、いろいろ有名なのがあるんですけど、その中でもなかなか水揚げされないような魚とかもなるべく使うようにして、はい。茨城であんましらすってイメージなかったです。でも今すごく力入れてて、通常30分ぐらいあるところを10分ぐらいにこう切ってあげるので、すごく新鮮なしらすが上がって、すごくいいしらすが上がってます。いやそれを見たいですけどね。今ちょっと霧がすごいかかってて、視界で今日の漁の行方がどうなるかわからないっていう今状況です。そもそもこの茨城でしらすっていうイメージがあんまりなかったんですけど、漁場としては結構いいんですか？漁場いいですね。ですのでは余計。霧がかかってるんで視界が悪いっていうので今判断を待ってるところじゃないですか。そうですね。やっぱり視界はすごい大事なんですか？視界大事。新潟やっぱり船がいっぱいいるんですよ。はいはい。大洗だけでも30艘以上いて、はい、それに鹿島、波崎とかあとは北の方もたくさん船いるんで、集まるときはもう何十艘っていう船が集まるから、そのあたり事故が起きるんですよ。なるほど。悪いと。そういうことか。本当にもうすぐそこに船いるんですけど、見えないですね。何も見えないですね。じゃあどっちかっていうとその安全面のあれでですね。今年は余計事故が多いんで。そうですか。海は久しぶりにすごくいいです。いいんですか？昨日はすごく荒れてたんですけど、今日はいいです。いいっていうのは穏やか。穏やかです。穏やかです。なんかどんどんもやってる気がしてるんですけど、先行きが不安です。天気図っていうか、それを見ると雲の量が9時ぐらいまでこのまんまかな。おっとこれはやばいぞ。自然相手ですもんね。視界が一向に晴れないということで、今日は網を上げずに戻ってきました。まさかの展開ですね。自然相手なんで。いや臼井さん残念でしたね。しょうがないですね。いかに美味しい魚が仕入れられるっていうことがありがたいことというか、そうですよね。ラッキーかというか、全然天気いいんすけどね、やっぱでも1時間ぐらい行くともうもやがすごくてっていうことで、こういうこともあるんですね。そういうことですね。なんかこれはこれですごい勉強になりますね。なんかリアルですね、すごい。なんか過去いろんな各地で最近漁船乗せてもらいますけど、初の結果なんで水揚げなし。生しらすどころかカツしらすですから。カツしらす聞いたことない。それは食べたいよ。カツしらすだから。カツしらすめっちゃいい言葉ですね。午後ぜひ。ピチピチ跳ねてますから。午後に来たい。網できないはないと思うんで。はい。了解です了解です。少しでも。楽しみです。はい。で、みんな魚だったらこのまま取られちゃう。こんな大きいんだ網。でかいですね。大きいからちっちゃくなって。なるほど。失礼します。こんな感じなんですね。広いな。
へみんなね前に持ってって持ってくんで前でよかったら食べてください。ダメ。わかんないけどたまに入んねえねこれ。こんなに入ったことないけど。まだいいサイズですね。まだいいサイズですね。でもしらすも取れてよかった。白の食べ物。いただきます。あ、氷で。いただきます。でもやっぱこのなんかプリプリ感が美味しいですね。食感がいいかな。苦味も全然ない。これ寿司で食べたいですけどね、これ夕方。もうすごい苦いっていうよりはなんか海の香りがするっていう感じのプリッとしてて、やっぱでも食感がプリップリで、歯応えありますよね。ありますね。より今日多分ちょっと粗めだったんで、細かいのより少し粗めだったんで、大きいってことですか。大きめ。だからその分こう食感も少しゴリッとした感じ。確かなんか苦味というよりなんか海の塩の香りというか、程よい。強いですよね。その塩水で余計洗ってるっていうのもあるし。ナチュラルにすごい美味しかったです。ここは今どういう場所というか何が行われてる？大洗でこう獣が上がった時にここの水槽で泳がしておいて、そこから泳がしておいて豊洲とかに出荷場所です。じゃあ臼井さんは今日漁船乗るのっていうのはかなり珍しかったと思うんですけど、ここに来て仕入れもできちゃうんですか？そうですね。根取りって言ってこう、競りにかかる前にあるんですけど、自分なんかは先買いって言ってこう本当に競りにかかる前に自分がいただくっていう。それはでもやっぱ地の利を生かしたというか、地元だからこそできるっていうことですよね。ニシンっぽい。ニシンっぽいのとカマスっぽいのもいる。ちょっとなんか即席でぜひ大将作ってください。甘っ。そう。このお土産にこれ。本当狙ってきただけなんです。皮に苦味があるんだこれな。甘いんだよね。だから全然違いますね。でも甘さこっちの方が強いと思う。甘さ強いんだけど、ちょっと皮に苦味あるこれね。こっちの方が香りがある。皮が薄い方が苦味がないんですよ。シャインマスカット色が抜けてって粒がちっちゃくて皮が薄いやつ。それの方が美味しい。これが一番うまい。あとねちょっとかぼちゃがうまいのこれ持ってって。これ価値ってさ意外に分かる人ってねいないんだよ。そう価値が分かる人が来ると結構嬉しくて。冷蔵庫。わあ立派。これグラスでかぼちゃ。これもねこれはちょっとホクホク系。
で冷蔵保管しとくと割と長持ちする。外に出してすぐこうやっぱ糖度が糖度が高い高いからもうすぐ糖化していっちゃうから結構痛みが出ちゃうんだけど。これ茨城なんですか？これ茨城、これ土浦です。土浦。久松の俺。茨城を代表する野菜とか果物っていうと、分かりやすい色で言うとなんか何になるんですか？時期場所によってね、はい、例えば県西地区なんかは指定産地になってて白菜とかレタスとか農水省からもう指定産地ってこれをこんだけ作ってくれっていう感じ。果物は？果物だとやっぱりメロンとかイチゴがメロンイチゴが主流ですか。メロンイチゴは小玉スイカ。スイカ。あと梨か。あ。じゃあかぼちゃの寿司今日握ってください。かぼちゃはね割と作りやすいですから。ナス。本当だ、オクラだ。太いですね。これがダビデの星って言って。ダビデの星。はい。太くて甘みが強くて星の形してるんですよ。はい、切った時の。はい。これちょっと今日使おうかな。おお、こんな太いオクラ見たことない。うわ、立派。すげえ。ここの野菜以外食べれないぐらいもう本当美味しいんですよね。すごい白い。ふわふわトロトロの系のナスいいですね。楽しみ。いや、形が面白い。細長い。お、でかっ。これ微妙ですね。なんか詰まり具合みたいなの見てるんですか？今。そう。柔らかさです。柔らかさ。今日は何を仕入れるんですか、臼井さん？オクラです。オクラ。ダビデの星って。ダビデの星。形が可愛いですね。そうなんです。なんか愛着が。そうなんです。これ星型だから切ると。はい。うちは。でも何角形ですか？星以上ですよね。星ぽい。星かな？星より角多いんじゃないですか。5よ、なんか1、2、3、7角形ぐらい。7個ぐらい角が。どういう断面なんですか？おお、でも綺麗ですね。7か8じゃないですか、多分。9結構。季節でいうと豊富なのはいつなんですか？10月から12月と4月から7月まで。5月じゃない？5月か？5月から7月まではいっぱいあります。来年もお願いします。いや、こちらこそ頑張りますよ。やる気になりますね。いきますか。はい。じゃあどうも。お邪魔しました。すみません、いただきます。味わいを楽しみにしてますんで、またお邪魔しました。はい。なんかフレッシュでもあり売れてる感じもあり絶妙な。そうですよね。あんまキュッとしてない絶妙な。美味しい。これ今日小肌が一番好きです。で親父さんの食べて今日息子さんのも夕方めちゃくちゃ美味しかったです。
うち自家精米なんで今精米所自社で持ってるところって少ないんですよ。ほ結局背が高くて建物に入んないとか、建物が、機械が高価だったり、あとやっぱり電気代かかるとかね、いろいろ人も精米の人もかかるってことで、基本各県に共同精米所っていうのがあって、要は外注で精米しちゃうんですよ。自分のところで精米してるのが2割から3割ぐらいですね。自分のところでやった方がね、当然ながら自分のペースでできるし、より丁寧にはね、安心だし、内製することによってやっぱ自分たちのいいようにやれる可能性が高くなる。これ品種は茨城米っていう品種なんですか？いや、500万石ですね。500万石、これはこういう感じで、玄米。これを自分のところで精米するかどうかということですね。これを機械にかけるんですか？そうです。機械にかけて何%にするかっていうのを設定して、ってことですね。うわー、すごい綺麗。もうね、自分のとこで契約栽培してる農家さんなんで、もう何年も長い間契約栽培してる。来福酒造さんは今歴史でいうとどれぐらいの酒蔵さんなんですか？うちは1716年なんで308年ですね。308年、今何代目ですか？私で10代目です。10代目、すげえ。息子はちょうど11代目になる予定で。すげえ。いろんな免許持ってるんで、ここは蒸留所なんですね。蒸留所。これ芋焼酎蒸留したり、クラフトジン作ったり、ブランデー作ったりっていうように、これ蒸留機なんです全部。お酒の免許って全部違うんで、日本酒はもう日本酒しか作れないですし、焼酎も高と大津それぞれ免許が別で、茨城県やっぱさつまいもの産地なんで、いろんな市町村からね、うちの芋で焼酎作ってくれませんかって依頼を受けたりとかするんでね、焼き芋焼酎で。芋焼酎？芋焼酎と違うんですか？普通の芋焼酎とはちょっと違うんですよ。へえ。これは頼まれて作ったんですけど、匂いがいいですか？おお、酒、めっちゃ酒で、最初って油が浮くんですよ、焼酎っていうのは。油が浮く。これ油なんですか？油っていうか焼酎の中の成分が浮いてくるんで、これをろ過して取って透明にして詰めるんですけど、一年中何か作ってまして、これは今ちょうどワインの仕込み中なんです。ワイン作ってるんですか？ワインもやってるんです。すごっ。4位ぐらいですか、日本で。4位か5位ぐらい。それぐらいになったんですかね。ワイナリーの数は多いですよね。多いんですか？知らなかった。3位と4位ぐらいかなり。そうですね。北海道と山梨とがね、1位、2位で。何でも作ってますね。っていう感じでね、こういう風な感じでブランド。うわー、すげえ。すごい。こんな数作ってる酒蔵さん珍しいですよね。いろんな種類のやっぱり。これもね、その免許が取れるだけ取れるうちに取っとこうってだけだったんで、結局今日本酒の免許って新規で取れないんですよ。そうですね。で焼酎も。でここからが日本酒の蔵にちょっと履物だけ適当に履き替えていただいて。お借りします。広い。で蔵はこことこの奥と2つあって、こっちの手前の蔵は絞ったお酒を一時的に入れとく蔵。仕込みをする蔵がこちら。でもうあと1週間10日ぐらいで始まるんで、今最終チェックで一応足場を少し強化したりとかいろいろペンキ塗りは終わってるんで、あとはもうこの1週間でその1週間10日で最終的ないろんなことをやってって感じですね。福が来る、来るが福っていうので、縁起がいいじゃないですか。この大福酒造さんの名前の由来。これはね、俳句から取ってるんですよね。俳句？福や込む笑う上後の角の松って誰の俳句か分かんないんですよ。調べても出てこないんで。ただ一応うちの由来はその俳句から取ってるというふうに言われるんです。でも一番シンプルに分かりやすく縁起がいい名前ですよね。そうですね。福が来るっていう。やっぱり
お客さんも例えば誰かのお客さんに差し上げるともらった人がすごい喜ぶんですよね。縁起のもらったって。それと今度私もあげたいから。でも臼井さんもお店でお酒出された時に、まあ、いろんな反応されるお客さん多いと思うんですけど、シンプルにいい名前だねみたいになりますよね。もうお正月なんか持ってこいの。来福って書いてないやつもいくつかやっぱありますね。そうですね。もうこの一級入魂とか気になりますよね。中春。私が野球好きなんで、はい、前からなんかちょっと野球のお酒を作りたいなってずっと思ってて。今普段お店で置いてる来福酒造さんのお酒で大体常時何種類ぐらい？1、2種類です。1、2種類。おー、ありがとうございます。一番じゃあスタンドっぽさ、はい、いただきます。まあここにないのもあと10種類ぐらいあるんで、すごい。水は押してる間だけでなんですか。うん。こんな飲んでないですよ。柔らかい。でもこのくらい飲んだと思います。飲みました。あの時もこのくらい出してたんで。福丸っていうのは茨城県の販売なんですよ。販売っていうのはご飯のご飯用の酒用のこれじゃなくて、もうご飯の食用米なんだ。食用米です。もともとがその飲食店さんとかで加工用に使っていただきたいってことで開発された、で加工やったら酒でもいいだろうって言って全農に言って買わせてもらって、今の最初スタンダード見てたらこれが一番なんかおいしかった。まあそれは甘いっていうかね、ちょっと今風の感じコースなんで。そしてまあ本当に家でダラダラ飲むとかっていうぐらいのレベルのものですね。これが気になってんだよね。マスカットは書かれてますよね。うっすらとマスカットをラベルに入れてるっていう。やっぱ香りが。これはその酵母による香りなんですか？米由来です。米なんですか？どっちかっていうと米と酵母両方ですね。こういうのを出せる香りの持ったお米なのを酵母の力で引き出すみたいな感じで。これがその春陽っていう。そうですね。これ茨城のつくばで今契約栽培してもらってるお米。そういう低グルテリン米ってこの4種類全部低グルテリン米なんで。何ですか低グルテリン米って？病人が食べるお米、腎臓病とかの人が食べるような病気で、糖質が少ないっていうか、それなんかあるなんか成分が少ない、グルテリンが少ないっていう。これ美味しいですね。これはそれでね、飲むとハマるんですけど皆さん飲むまでがいかないんで、だからいろんなイベント持っていくと出すとこれ全然違いますよと思ってみんな本当だってすごいね、イベントとか出すとすごく好評。これは私が初めて雑誌に載ったのがこの2002年9月なんですよ。その時に初めてここにこういうふうに雑誌で出たのがこれだったんですよね。上の真ん中で。これが2002年、これがうちのスタート。そこから団中とか、あの辺に載せていただいたりとか、いろんな雑誌に載せていただいて、それこそ散々載せていただいて、これがヒデが来た時の中田ヒデですね。これがこれラベルがちょっと瓶とラベルが若干変わったんですけど、いや賞取ったら売れた全く足らなくて大変でした。もう一番好きっす。もうぶっちぎりこれ好きっす。うまっ。でも甘いな。2杯目のすっごい甘いな。これがバニラアイスにかけてもいいし、ちょっと甘かったら炭酸で割ってもいいし、それをうちのスパークで割ると面白いって言って。あえて逆に酒蔵さん側じゃなくて寿司屋の大将側に聞きたいのは、日本酒これ今いろいろテイスティングしてるじゃないですか。お店で置いてないやつも含めて、どこを見てますか？その後味でしたり香りと、あとは何に合わせたらいいのかとか、そういった面ですかね。やっぱ甘みには甘み、あとはちょっと揚げ物なんかにもちょっと油を切ってくれるような、そういった酸で切るっていう合わせ方も面白いかなと思いますよね。ふくれみかん、茨城県のふくれみかんっていうちっちゃい柚子みたいなみかんがあるんで、それがベースなんで、匂い的にはもう本当に
みかんのいい香りがします。みかん、本当だ、柑橘、うわ、香りすごい。何これ。けどまあいろいろ入ってるんで、しいたけとかクレソンとかいろいろ入ってるんで、味は複雑味はあるんですよ。しいたけ、クレソン、うわ、なんだこれ。40そのまま普通そのまま飲むもんじゃないんで、それソーダで割ったりとか水で割ったりとかね。すごいなんか香りがもまあそれがジンなんでね。う、へえ。あ、こういうのもでもやっぱソーダ割りで、ハイボール的な感じでありですよね。全然ありですよね。おしゃれだなこいつ。いや、酒造りってなんか毎年同じものをひたすら作り返してても、なんかこう工業製品みたいなんで、なんかやっぱり今年もなんか新しいチャレンジを一つぐらいやろうとか、なんかやってみたいよねって。なんかなんで種類が増えるかっていうのは、新しい酒米が出ましたってなったら買えるんだったら買ってみようとかね。まあ県によってこの米はもう他県には出さないよっていう米もあるんで、酵母なんかでも新しい酵母が出たとかってなれば、一回どんな酒になるか使ってみたいって言ってやってみると、世に出してみたら意外に売れたと、じゃあ来年もまたやろうかってなるうちに増えていっちゃうんで、だからなんかオーソドックスにただ無難なのを作ってずーっと繰り返すとなんかつまんないんだって、まだねやっぱり一つぐらいは新しい挑戦を常にっていう。素人にも分かりやすく言うと、来福というお酒の大枠の特徴、なんか味わいとか香りとかで言うと、なんかどういうお酒なんですか？最近はどっちかっていうと、まあバラエティーに富んでるんで、うちはよく老若男女楽しんでくださいってことを言ってるんで、まあいろいろあるんで、その中から自分のお好みを見つけてくださいみたいな感じなんですよね。時代時代の中のニーズに合ったものを作ればいいと思ってるんで、まあそんなにね極端に変なものは絶対お米とね水で作るもんだからね、大きな変化はできなくても、まあね、例えば甘いとか辛いとか酸があるとかないとかっていうのとかね、そういう濃いとか薄いとかも含めて、まあある程度時代のニーズに合ったものにはチャレンジしていくっていうのはね、まあ役目なんで。社長ご自身の中でなんか最近のこの日本酒の業界というか、まあ流行ってるお酒とか、人気のなんか味覚の変化感とかってなんか感じてらっしゃりしますか？やっぱりそういう最近は甘酸が増えましてね。甘酸、甘酸っぱい、甘酸っぱくて酸がまあ分かりやすくてウケるっていうのはね、なんか日本酒以外のお酒も含めて楽しい酒蔵さんだなってカラフルな酒蔵さんだなって今日思って、そんな感じだと思います。すごい勉強になりました。お忙しい中ありがとうございました。お寿司屋さんから見た時の来福酒造さんとか、来福というお酒、どんな方ですか？プレイヤーですか？やっぱりその県外からお客様がいらした時に、茨城県ってどういうお酒があるのって言った時に、もう本当自信を持って紹介できる酒蔵さんで、もうこれだけのバリエーションがあって、自分も料理とかいろいろちょっと作るんですけど、そこにも合わせやすい、お寿司にも合わせやすいっていう、もうそのチョイスも素晴らしいですし、来福さんが茨城県にあるってだけで自分は嬉しくありがたく思うっていう酒蔵さんですね。常磐前をテーマにされてるんで、魚だけじゃなくて、お酒も、全部が全部茨城っていうのは難しいかもしれないですけど、やっぱね、お店で地酒飲みたいっていう時に、料理人って2時間で人を幸せに最高の仕事だと思ってる。素晴らしい食材とそういう人たちがいっぱいいるので、少しでもやっぱお客様とかいろんな方にちょっと発信できたらなとは思います。常磐前という形で。